心の薬チャンネルをご覧の皆様、久保です。今日はですね、心の豊かさってどんなんなんだろうっていうお話をしたいと思います。これはね、僕が7年前からね、渓流釣りっていう、趣味で釣りをするようになったんですね。だから渓流釣りってしてない方はわからないかもわからないけども、北海道とかちょっと寒いところの山の方に流れている渓流っていうやつですね。細くてくねくねして岩があったりするところにいるものすごく美しいそのイワナとかヤマメとか、いろんなお魚がいるんですけども、それを釣る趣味なんですね。その時にですね、それを誘ってくれた先輩たちってね、なんと僕より年上の人が多いんです。やっぱり余裕がある人が好むのか、僕より先輩の70代の先輩とか60代後半の先輩とかなんですけどね。で、6、7年前にね、初めて連れて行ってもらったんですよ。そしたらですね、僕その森の緑の中を歩いたりとかあんまりしたことがなかったんでね、あまり美しくてその景色が、びっくりしたんですよ。で、その先輩たちと一緒に釣りに行くんですね。で、魚っていうのは上から落ちてくる、上から下ってくる餌を食べるもんだから、低いところから高いところに登っていく感じで釣りをするんですよ。だからね、その時にちょっと声も出せないんですけど、ピヨ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 みたいな声の鳥が鳴いたんですよ。そしたら一人の先輩が「うわー、なんとかカズラが鳴いたらもう秋ですね」って言ったんですよ。僕ちょっとね、それでちょっとジンときたっていうかさ、鳥の声で鳥の名前とか分かります？みんな。なんか僕さ、かっこいいなっていうかすごいなと思ったんですよ。そしたらもう一方の人が「そうですね、この声聞いたらもう夏も終わりやね」みたいな。で、2人がニヤッと笑ってそんな感じの話をしてるんですよ。なんか僕60何年も生きてきてこういう人たちいたら、鳥の鳴き声も知らない、そんな人生やったんかなっていうかね、なんか何をやってきたんだろうとか思いながら、でもやっぱかっこいいなと思って、でまた釣りを続けてたんですよ。そしたらまた一つの楽しみでですね、山菜採りっていう山菜ですよね、食べれる自然に生えている山菜をまた取るのがまた楽しみなんですね。またその夜それを天ぷらにしてちょっとお酒飲むみたいなものも楽しみにされてるんです。で、またこの山菜を見つけたら子供みたいにね、その70ぐらいの先輩が「うわあったよ」っつっても2人で「うわよかった、今日夜最高だね」みたいな、幸せそうなんですよ。2人とも子供みたいなんですよ、動きもしゃがんでですね。で、それを取ったらどうするかというと、大きな橋の葉っぱみたいなのをまた取ってきて、その葉っぱにその山菜を入れて畳んで、そして自分の背中に背負ってまた釣りをする。でまた言ってると、橋の葉っぱの根元のところ食べれますよね。なんか色があるみたいで「わ、これ美味しいやつだよ」とか言って、それも刺してここに子供みたいにそのハスのその茎をですね。で、僕後ろ姿で見てたらなんかかっこいいなと思ったんですよ。僕はその時にね、思ったんです。そのお二方はもう会社をやられて、もう会社を引き継いでもう会長職になられてるものすごい豊かな方なんですよ、経済的にも。だからそんな豊かな人なのに、僕は山菜取らないで買ったらいいんじゃないかとか、もっと美味しい山菜があるんじゃないかとか思ったんですけども、そのちょっと一握りの山菜をものすごく嬉しそうに取って、そして夜はそれを天ぷらにしてですね、その時は日本酒と焼酎だったんですけど、美味しいのをちょっと皆さんで飲んで、なんか寝る時に人生の豊かさってこんなもんなんじゃないかなと思って、大きな家に住むとかさ、経済的に豊かになるっていうのではなくて、心の豊かさがものすごく大事なんだなと思ったんですよ。そしてその山の中のちょっと古びった民宿の朝ごはんがカレーライスだったんですよ。なんか僕なんかカレーかって感じしたんだけども、その2人はいやー、山で食べるカレーは最高だねっつって、またもう嬉しそうに美味しそうに食べるんですよ。それ見てね、僕は思いました。また今日皆さんに伝えたいことなんだけども、本当の豊かさって些細なものでもすごく喜べることなんじゃないだろうか。何かもっと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 って欲がエスカレートしていく豊かさではなくて、なんか一握りの山菜で一杯の美酒を美しいお酒美酒をね、組み交わすその
時間とかが豊かなんだなと思いました。それとかカレーライスも、山で食べたカレーライスは本当美味しいわって食べてるんですよ。でまたそれ食べてたらね美味しいんですよ、またこのカレーが。家で食べるとなんか違うなっていう感じなんですよ。でも作っている民宿のおばちゃん見たら、そんなに料理がうまいような感じには見えない普通のお母さんなんですよ。だから僕はやっぱり人の豊かさっていうのは、そういうもっともっとっていう追いかけていくもんではなくて、今目の前にあるそういう小さな幸せも本当の自分の幸せのように思えるっていう、その心の中にあるんじゃないかと、答えはっていうふうに思ったんですよ。だから皆さんも、今の話ちょっと思い出してもらえたら、なんか家の近くの小川の横を歩いてみるとか、何かそういう空を眺めてみたら綺麗だなとか、なんかそういう毎日を送ってもらえたらいいなっていうか、60過ぎてくるとそういう感覚になるよっていう予告みたいな感じですかね。だから、心の豊かさって身近なところにあるんですよっていうことをお話したかった。また次回会いましょう。さよなら。